皆さんこんにちは、さきです。で今旅行シーズンになってきてると思うんですけれども、今日はですね、皆さんに超お得なホテルの予約の仕方についてお伝えしたいと思います。実は今ちょっとこれビーチでねどこだかはまだ内緒なんですけれども、ちょっとね、こんな感じのビーチでございます。あんまりまだ見せられないですけど。いや、もう自撮り棒がないから大変なんですけど、東南アジアで2回買って2回ともすぐ壊れましたんでね。で、今私ですね、旅を始めて9ヶ月目になったんですけど、毎日ホテル住まいなんですね。で、かなりね、ポイントがあります。で、これをね、ぜひ皆さんにもお伝えさせていただきますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。まず一つ目です。ホテルの予約サイトを絞るっていうことです。結局手で持ってますけど。で、ホテルの予約サイトはいくつか絞った方がかなり効率がいいんですね。で、例えば今私の場合ですと、アゴダとかね、トリップドットコムは VIP 会員なんですよ。一番上のクラスになってまして。で、そうするとね、かなりね、割引特典があるんですよ。VIP 特典ですとか、無料アップグレードですとか、あと無料のアーリーチェックイン、レートチェックアウトっていうのがあったりするんですね。で、値段がね、結構違うんですね。これはね、VIP 会員特典が結構あります。なんで、その VIP 会員になるためには、ある程度ね、サイトを絞らないとなれないですよね。なかなか大変なので、ある程度ね、目星をつけてね、予約サイトは予約した方がいいと思います。バラバラやっちゃうとちょっともったいないのでね。で、どこの予約サイトがいいかっていうのはね、私の中で今3つぐらい使ってるのがありまして、それでね、メリットとデメリットをお伝えしたいと思います。じゃあ、それではですね、おすすめの予約サイトをいくつかお伝えしたいと思います。で、私が使ってるのがね、主に3つなんですけれども、1つはアゴダですね。で、2つ目がトリップドットコム。で、3つ目がホテルズドットコムです。で、それぞれのメリット、デメリットをお伝えしたいと思うんですけど、で、アゴダはね、圧倒的に安い。とにかく圧倒的に安い。で、特に VIP だとね、かなりアーリーチェックインとか、無料アップグレードですとか、レートチェックアウトとか無料でついたりするんですね。で、値段が安い。っていうのがあります。ただ、アゴダは結構問題が多いですね。今まで私、ちょっとブログに書いてますけど、かなりやられました。ヨーロッパ回ってる時に一番いいホテル、ギリシャの5つ星の、しかも一番いい部屋を取ったんですよ。で、その日唯一私の中でホテルデーだったんですね。で、1ヶ月間の旅行の中で唯一一番いいホテルを取った日に、アゴダ経由したら取れてなかったっていう。で、海外でめちゃくちゃ大変で、時差があるからね、日本に電話してももういないんですよ。終わっちゃってて。だからイギリスのアゴダに電話したりとかして、で、全然、結局ね、朝に到着してたのにね、23時半まで入れなくて、で、しかもその後1ヶ月ぐらいアゴダがひどくてね、もう最悪な目にあったことがあるんですね。これちょっとブログに書いてんでよかったら概要欄から見てください。で、その後ね、しばらく使ってなかったの、アゴダ嫌だなと思って。でもやっぱりね、安いのよね。VIP 会員だからっていうのもあるんですけど、もうかなり安いですね。だからそこがちょっとね、なかなか、でもね、またその後もやっぱりね、トラブルがあったりしました、アゴダはいくつか。で、対応があんまり良くないので、アゴダは結構厄介ですね。だから何もなければいいんだけど、何かあった時最悪って感じです。だからそこは結構あんまり避けたい感じですね。で、二つ目のトリップドットコムね。トリップドットコムはね、航空券よく取ってたんですよ。安いからね、比較的。でそうするとかなり簡単に VIP になります。で、そうすると航空券を取ってるとホテルも安くなんですよ。ホテル代、例えば最大 25% オフとかなりまして、すぐに VIP にもなるから、VIP 割引にもなりますし、あと無料ラウンジとかも結構つくんですね。だからね、結構ね、そのアゴダとトリップドットコムを比較して、トリップドットコムの方が安い時が結構あるので、そうするとそっちで取ったりしますね。うん。航空券がね、やっぱ使いやすいですかね。うん。例えばですね、私今トリップドットコム使ってるんですけどね。で、その中でね、VIP 会員だから、結構無料のね、ラウンジ使えたりするんですよ。航空券を使うとね。そういうのも、結構6000分ぐらいとか毎回つくんですよね。そういうのもね、VIP 会員だといろいろつくんですよ。あとね、3つ目のね、ホテルズドットコム。これはね、結構厄介と言いますか、ホテルズドットコムがいいのは、10回泊まると1回無料になるんですよ。で、このね、10回泊まった平均の金額が無料になるんですよ。例えば2万とか1万とかずっと泊まってて、その平均の金額分が次の時無料になるんですね。それはね、いいんですけど、全体的にね、高い。で、定期ホテルが少ないんですよ。だから例えばさ、アゴダとかトリップドットコムであるホテルがなかったりとか、あとアゴダとかトリップドットコムに比べると高かったりするので、そうすると10回泊まって1回無料になったからって、トータルでそんな得してるかなっていうかね。うん。で、アゴダとかトリップドットコムは最初から安いので、ちょっと高めなんですよ、ホテルドットコムの方が。
だから、あんまり私は使ってないです。でも何回も5回ぐらいまで多分ね、無料で泊まったり、結構毎回ホテル使ってるので、すぐ溜まるんですけども、あんまりかなっていう感じですかね。で、あと、で、あとね、サイトが見にくいのと、結構、そうね、サポートの対応もあんまりかなっていう感じがあります。日本語対応してくださいますけども、なんで、結構アゴダとかトリップドットコム見て、ホテルズドットコムでも同じ金額だったら、あんまり金額が変わらないんだったら、ホテルズドットコムで取ると、ポイントね、1個なるので、それが10回貯まると1回無料になりますので、そういった感じでね、最終手段的な感じですかね。で、あんまりね、ホテルズドットコムは提携先がないので、あんまりね、このホテルはないなとか、あんまり検索しても出てこないね、ホテルたくさんですよ。だからあんまり使いにくいんですけれども、一応ポイント、一応やっぱりいいのがね、10回泊まると1回無料っていうのがとてもお得なので、もし他の予約サイトと比較して値段が変わらなければ使ってみてもいいんじゃないかなと思います。で、2つ目のポイント。で、皆さん多分、曜日とかね、平日かとか土日かによって値段が変わるの分かると思うんですよ、ホテルの値段が。あと、オンシーズンかオフシーズンかによっても値段変わりますよね。でね、これね、同じ日でもかなり値段の変動がある。直前だともちろん安くなります。で、例えばね、私昔ヨーロッパね、1ヶ月ぐらいで周遊してたんですけど、その時もね、結構ユーロによってすごい変わるのよ、値段が。日によってめちゃくちゃ違うんですね。あとね、予約サイトも結構年がら年中値段変えるんですよ。1日の中でも何度も値段変わるんですね。だから株価のようにチェックしてました。値段をホテルのね。だから、キャンセル料無料の間に、とりあえず押さえとくでしょ。休みの時に押さえとくけど、まだまだ様子を見るんですね。で、まだキャンセルできる間だったら何回か見て、一番安い時に押さえるっていうのがいいです。で、この時にね、もし余裕があればですよ。慣れてきたら、当日でも全然ホテル取れます。で、私今ほら9ヶ月も旅してるから、もう結構ね、明日のホテルは毎回取ってないですね。チェックアウトまでに取るみたいな。当日取ることも多いんですよ。むしろチェックアウトした後にご飯食べながら今日どこ泊まろうかなみたいなこともあったりして、全然泊まれんですね。特に観光地だったらいくらでもどっかしら空いてるので全然大丈夫です。で、もちろんやっぱり前日は安くなります。前日はかなり割引入りますね。で、当日もかなり割引入ります。ただここが下手すると当日の方が高い時もたまにあるんですけど、それは値段が上がることもあるし、予定してた部屋がもう埋まっちゃってからね、高い部屋しか残ってないってこともあるんですけども、これちょっと前日か当日かは結構賭けですね、どうなるかっていうのは。でもね、安くなります。もちろん、直前の方が。なんでそこら辺は押さえておくのがいいと思います。たまにね、すごい前に早めに取っといた方が安い時もあるんですよ。でもとんでもなく安い時あるんですよ。普通よりも半額以下で取れる時もあるんですね。で、後で見たら、値上がりしてるなって、同じ日ですよ。で、例えば特にね、アゴダはかなり値段の変動があるんですよ。だから予約しようと思ってたら、1時間後見たら全然値段が上がってたとかね。値段が下がってたとかザラにあるんですね。なんで予約サイトの値段はかなり変わりますので、チェックしておくことですね。で、例えば残室がね、まだ1だったらもうやばいから取った方がいいと思うけど、最後の1室だったら取った方がいいんですけど、3つとかね、5つとか残ってんだったらもうちょっと様子見た方がいいかなと思います。もうちょっと安くなる可能性あるかもっていう。もう本当にここら辺ね、株価みたいな、なんかそんなチェックの仕方なんですよ。レート見るみたいな感じで、ちょっと様子を見てんですね。私もいつも賭けなんですよ。で、もうホテルとしてさ、考えたらさ、ホテルとしてはさ、埋めたいじゃん。安くたってさ、誰も入んないより、入ってもらった方がいいでしょ。だからね、結構安くするときあるんですね。そこはね、様子見た方がいいです。あと大事なポイントです。3つ目は、必ず口コミを複数のサイトで確認するってことです。で、口コミめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。で、私もね、本当に毎日ホテル泊まってるんで、一応ね、評価9以上にしてるんですよ。大体もう 8.5 だな、せいぜい。でね、9以上で大体平気なんだけど、たまにこれでもありかっていう時もあるんですね。ありえないっていう時もあるんですよ、たまにね。絶対この評価違うだろみたいなのもあるんですよ。で、この時大事なのがね、必ず複数のサイトで確認するってことです。例えば、一つだけの予約サイトだと、情報が集まってないことがありますね。だから、いくつかの予約サイトで同じホテルの口コミを見るんですよ、必ずね。それで、どこの予約サイトでもよかったら取るって感じですね。で、私の場合は必ずね、評価が低いところから見てきます。で、低い、悪い評価から見て、それでも良さそうだったら、高い評価もわかるので、評価の低いところで何が書いてあるかはかなりね、私は重要ですね。あとね、大事なポイントが、
口コミが少ない時は要注意ですね。例えば数件とか数十件とか100件以下の場合は、私が思うにね、多分ね、仲間で書いてんじゃないかと思うのよ。で、特に例えばね、じゃあ、ベトナムのホテルだとして、ベトナム人ばっかが口コミ書いてたら、これ絶対友達だろ、みたいなね。家族で書いてんじゃねえかとかあるじゃないですか。何の国の人が書いてるか、一つの国に偏ってないか。で、口コミ書いてる人が国籍が何かとか、多国籍の人がどんな評価をしてるか見た方がいいですね。で、特にやっぱり私たち日本人ってかなりクオリティ高いの求めてるし、もう慣れてるじゃないですか、清潔とかに。だから日本人の評価っていうのはかなり大事です。だから結構その言語によってさ、評価を見れたりもしますので、日本人が何て書いてるかはかなりね、重要視した方がいいと思います。全く日本人が行かないところとか、感覚はやっぱり違うと思うのでね、基準とかがね、他の国の方ですとね。だからそこはやっぱり日本人の意見はかなり参考になりますね。厳しいし、判断が。他の国の場合でも、一つの国に偏ってないかは、ちょっとチェックした方がいいですね。必ず評価はね、100以上はないとね、正当だと私は思えない。100でもちょっと少ないかな。数千とかあればいいですけど、じゃないと、ちょっとかなり偏ってると思うんですよ。最近できたものならしょうがないんですけどね。だからちょっといくつかのサイトを見て、必ず総合判断をした方がいいです。これね、私やっぱりホテルはね、失敗するとかなり痛いんですよ。だって何時間とかさ、縛られるじゃないですか。苦痛なのをずっと味わい続けるのはきついと思うので、お金払うわけですしね。だからここは結構ね、重要ポイントです。必ず口コミは複数のサイトで見ることと、一つの国、どれぐらいの国の国籍の人が書いてるか、国が偏ってないかとか、日本人が何を書いてるか、であと口コミが少ないものは要注意ですね。内輪で書いてる可能性があります。最低でも100以上の口コミを参考にするようにした方がいいと思います。さあ、そしてですね、大事なポイント。必ず最後にやってほしいことですね。これは必ず超お得なんで、モッピーを通すってことです。知ってる方多いと思いますけど、ポイントサイトですね。で、このポイントサイト、モッピーはかなり有名なんで、例えば楽天市場とか何でも通せますのでね、必ずモッピーを経由すると何ポイントか返ってくるわけですよ。で、このね、何ポイントか返ってくるってポイントは現金化できますので、普通に銀行振り込みできるんですね。手数料かからずね。なので、必ずモッピーを通すってことです。だから必ずモッピーを通してアゴダに行くとか、モッピーを通してトリップドットコムに行くとか、それをするだけで 5% から 18% 戻ってくんですよ。ってことはね、1万円のホテル取ったら500円から1800円戻ってくるんですよ。大きくないですか？それ私毎回やってるから年中ね1万円ぐらいの単位で戻ってくるんですよ、結構。で、このモッピーは必ず通しましょう。だって通すだけなんですから。一回モッピーを経由するだけなんですから、簡単ですからね。モッピーもタダで登録できますし。で、さらにね、たまにね、キャンペーンやるのよ。で、今トリップドットコムは 5% だったのが 18% になってるんですね。ポイントすごくない？で、これね、たまに突然やるんですよ。だから、昨日私ね、夜ね、8時ぐらいに1個取っちゃったの。そしたらね、12時になったら 18% に変わってたのね。それまで 5% だったのに、もうちょっと待てばよかったとかなるんですけど、で突然来ます。で、だいたい日が変わる時に来ますので、もしね、夜で遅い時間だったら、ちょっと12時回るまで待った方がいいかもしれない。突然変わるんですよ。でも突然終わりますね。これ予告がないので、突然、ポイントアップキャンペーンをやり始めますので、その時に一気に抑えるっていうのがおすすめです。いや、18% 大きいでしょ。だって、1万円のホテル取ってさ、1800円戻ってきたらさ、8200円で泊まれてるわけですから、相当大きいと思うんですね。だからこれはぜひ皆さんね、必ずモッピーを通すってことですね。これは必ずやった方がいいです。でね、モッピー自体は、やってる方が多いと思うんですけれども、普通に銀行振り込みすると、手数料っていうかね、例えば、1000円で何ポイントかな、30ポイントぐらい取られたりするんですけど、モッピーからダイレクトに銀行に振り込まなければ、手数料なしでいけるっていうやり方があるんですね。で、これ結構ね、ポイ活をしてる方たちは、ポイント活動、ポイ活をしてる方たちは結構 YouTube で説明してると思うんですけど、まずモッピーを経由して、ホテルとか航空券とか、あとツアーを予約する。私はクロックとかね、航空券も全部モッピー経由で取ってますから、いろいろポイントは返ってきますけども、で、その次ですね。で、ポイントがある程度貯まったら、それをドットマネーに移行する。ドットマネーっていうサイトがあるんですね。それは、
ポイントをね、移行するっていうのがありますから、モッピーの中に。で、ドットマネーっていうのを作ってください。これも無料でできます。ユーザー登録すればできますので、そうすると、そのドットマネーってよくわかんないサイトにね、ポイントが移るわけですよ。モッピーのポイントがドットマネーにそのまま行くんですよ。1000ポイントだったら1000ポイントそのまま行くんですよ。手数料かからずね。で、ドットマネーから銀行には無料で手数料なしで振り込まれます。ということで、1個ね、まためんどくさいけど、モッピードットマネー、銀行って風にすると、一回も手数料なく、モッピーのポイントがそのまま銀行に振り込まれるという感じです。うん。これめちゃくちゃお得です。ちょいちょい返ってきますよ。ちょいちょい返ってくるので、超お得ですから、これは絶対やってください。簡単ですからね。うん。これがね、モッピーのサイトです。で、メールアドレスかなんか入れればね、すぐに登録ができます。本当にいろいろありますので、別に旅行だけじゃなくていろんなところを全部経由すれば全部ポイントがつきますんで、こうやってね、ほぼね全部揃ってますのでね、楽天市場とかもあったし、なんか大体いろいろあるので、絶対モッピを踏んだ方がいいですよ。そしたら必ずポイントになって帰ってきて、しかもそれで現金化できますからね。でモッピーのリンク先はね、下に概要欄に貼っておきますのでね、そこから飛んでみてください。こういうのを積み重ねていくとね、すごいポイ活でね、結構戻ってきますよね。これ例えばですね、今モッピーのサイトなんですけれども、見てください。今トリップドットコム、国内海外ホテル18%ポイント。でね、航空券も 9% なんですね。これ普段 5% なんですよ。突然なります。で、ちょっとこれクリックしてみますと、今ね、承認のポイントが 15% 増量中ってなってますけど、それでここに行くと普通にトリップドットコムのサイトに行きますので、それで普通に予約ができます。簡単ですよね。ただ一回モッピーを経由するだけです。なんでこのポイントサイトはね、ぜひモッピーとても有名ですのでね、ぜひ使っていただくといいんじゃないかと思います。これもね、概要欄に貼っておきます。さあ皆さんいかがでしたでしょうか？まだまだね、お得な方法あると思いますので、ぜひね、こんなのあるよとかね、もっといい方法あるよっていう方はね、ぜひね、コメント欄に書いて皆さんにね、教えていただけるとありがたいです。私もまたね、何かもっといい方法があったら皆さんにシェアしたいと思います。そしてね、私ね、今ホテルでほとんど泊まってるんですけど、もちろんね、エアビーとかマンスリーマンションとかウィークリーマンションも考えたんですよ。で、いろいろね、比較してみたんですね。で、なぜ私がホテルにしてるかとか、じゃあ、エアビーとかね、マンスリーマンションとかホテルのメリット、デメリットがあるんで、それもぜひね、今後ね、徹底解説ということでね、比較をしていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。チャンネル登録してお待ちください。それではまた。